コボコ。ボッコボコだよ。ボッコボコ。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。前回のアリエクスプレス動画から時間が空いてしまい申し訳ありません。確かに。この動画2週間前くらいだった。はい、というのも間が空いてしまったのには訳がありまして、商品がなかなか届かなかったんです。まあ海を渡ってくるので時間がかかってしまうのは仕方ないんですけどね。それは確かに。ということで本日の動画はこちら。アリエクスプレスから届いた商品がちゃんとしたものなのか見ていきたいと思います。確かにかなり安いものたちを買ったからちゃんと物が届いているのか気になるところね。ということで早速中身を見ていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。この動画はアリエクスプレスでネタを探す動画となります。決して皆様に購入をお勧めする動画ではございません。なお、アリエクスプレスは中国の通販サイトとなります。もしご利用する場合は自己責任でお願いします。開封をしていく前に前回の動画のおさらいから、アリエクスプレスを使って格安ゲーミングパソコンを作ろうと思った今回の企画、ある程度性能も出せて、価格も抑えたゲーミングパソコンを作ろうとしており、怪しいお店からも含めて、各パーツたちを購入。その結果、GPU を抜いた価格で72,199円にまで抑えることができました。GPU に予算をどのぐらい振るか次第よね。どんなゲームをしたいかなところもありますが、RTX 4070スーパーを使っても20万円を切れる構成です。これらのパーツを実際に購入した動画が前回の動画となっているので気になる方はそちらもぜひご覧ください。で、実際に届いたパーツたちがこれらになります。中華サイトで買うとよく見る白とか灰色の袋がたくさんあるわね。まあさすがアリエクスプレスですよね。では実際に届いた順番に開封をしていきましょう。まず一つ目はこちら。あれ、これアリエクスプレス。いやこちらは Amazon です。こちらは Amazon で7836円で購入した M.2SSD。ファンシャン SSD1TB になります。耐久性とかはわからないのですが、とりあえず今回はできるだけ格安でパソコンを作りたいのでこちらを購入してみました。開封もして中身を見ていきましょう。中には説明書と M.2SSD、さらに M.2SSD を止めるためのネジとドライバーが付属していました。ドライバーが付いているの？はい、まさか M.2SSD にドライバーが付属しているとは思っていなかったのでちょっとびっくりしました。SSD 本体はこんな感じ。上面には放熱シートの上にシールが貼られていました。裏面にもシールが貼られていて、片面実装の NVMe SSD です。せっかくなのでこちらの放熱シートも剥がして中身を見てみましょう。粘着力はそこまで強くなく、引っ張れば取れる程度の粘着力でした。M.2SSD シールを剥がすと5年保証が無効になる可能性があるので真似しないようにご注意ください。SSD コントローラはリアルテック RTS5772DL、難度メモリにインテル製144層 3DQLC 難度を搭載していました。DRAM は付いていません。コントローラについては低発熱で安定した性能を発揮できるコントローラみたいですが、他の方の情報を見てみるとあまり性能自体も良くないコントローラみたいですね。DRAM については付いていないので、付いているものと比べると、ランダム読み出し性能が低下、消費電力が少ない、低耐久性と低価格帯という感じになります。難度についてもインテル144層 3DQLC 難度なので性能はあまり期待できないですね。この M.2SSD の性能自体については、実際に組んだ時に性能を見てみたいと思います。ということで一つ目は Amazon で7836円で購入した、ファンシャンの 1TB M.2SSD でした。シュラララ。続いてはこちら。なんか大きめの袋ね。はい、こちらは簡易水冷になります。こちらはアリエクスプレスで8114円で11月16日に購入し、11月22日に家に到着しました。1週間かからなかったんだ。そうですね、こちらは割と早く手元に届いたなって印象でした。ではこちらも袋から出していきましょう。お、何やら可愛らしいイラストが見えてきたわね。そうですね、嫁シリーズの商品なのでちょっと楽しみです。ということでこちらが届いた商品になります。見た目は綺麗そうだけど、あれ？そうですね、簡易水冷の箱の周りに薄い袋で包まれていただけなので外箱の四隅などはかなりボコボコになっていますね。中華あるあるね。そうですね、仕方がないことではあるのですが、割と外箱も気にする日本人からすると外箱のボコボコはいたたまれない気持ちになりますね。
まあもちろん中身を保護するための外箱だからこれが本来の役目なのかもしれませんが。にしてもせっかく可愛らしいイラストなのに。そうなんですよね。中身も大丈夫かどうか見ていきましょう。外箱がボコボコのおかげでフィルムを切るのも一苦労しています。では続いて開けていきましょう。こちらも先ほどのフィルム同様、箱が変形しているので開けるのに一苦労しています。ということで中身が出てきました。段ボール製内箱と白い袋に簡易水冷自体は包まれているみたいです。で、まず気になったこちらなんですが、なんとネジとブラケットがプラスチック製の容器に梱包されていました。開けてみないと再利用できるかわからないのですが、個人的には袋に入っているよりわかりやすいし、片付けの時も綺麗にしまえそうでいいですね。続いて簡易水冷本体も出してみましょう。あ、マウントプレートの一部が袋から飛び出てきてますね。曲がってなければいいですがさすが中核折り手。実際に中身も見ていきましょう。中身はこんな感じで銅製のプレートにはちゃんと保護シールも貼られていました。こちらは水冷ヘッドの部分です。こちらは可愛いイラストが描いており、水冷の向きによってくるくると回転できるようになっています。このイラスト部分外せるのかなと思ったんですが、簡単には取れそうにはありませんでした。こちらはラジエーター部分です。塗装自体は真っ白で綺麗なんですが、よく見るとラジエーターが微妙に潰れてたりするところもありますが、まあ、中華あるあるですね。ファンは最初からついているタイプでかなり可愛らしい色となっています。今指でファンを回してるんですが、心なしか他メーカーのものはもっとファンが回るような気がするのですが、まああとは実際に動かしてみないと本当に使えるかはわかりませんけどね。ということで2つ目は外箱ボコボコの、8114円で購入したイエストン YT360 でした。シュラララ。続いて3つ目に届いたものはこちら。ケースですね。こちらはアリエクスプレスで5445円で11月16日に購入し、11月23日に家に到着しました。簡易水冷より1日遅かったのね。梱包はケースの外側にラップがぐるぐる巻きになっていました。ではこのラップを10倍速で外していきましょう。ということで外し終わりました。結構な量のラップでくるんでくれてましたね。で、肝心の外箱を見ていくと、いい感じにボコボコですね。ラップの意味。ピラーレスケースなので、中身のガラス等が無事であれば問題はないんですけどね。側面を見てみるとカラーバリエーションが書いてあって、私は今回ホワイトを購入したので白色にチェックが入っていました。その下は黒色。その下は粉色。粉色って何色なの？私も見たことないのでわかりません。では開封をしていきましょう。中身はこんな感じでクッション材とエアーパッキンもされていました。この辺はちゃんと保護されているのね。で、取り出そうとあの手この手で引っ張ってみたんですが、出てこなかったんですね。なんで？さっきのこちらの部分で大きく破れたところがあったんですが、こちらが中で見事に引っかかってしまい、ケースが箱から出なかったんですね。なので、仕方なくケースの底から取り出しました。ということで海の向こうから来たケースはこちらになります。側面のガラス等は特に割れていなく綺麗そうですね。色もそこまで悪くなく、というか思っていたより白がしっかりとしていてよかったですね。ガラス部分も外してみましょう。これが結構力が必要だったので割れないか心配でした。作りとしてはかなり薄くて軽いですが、まあ5000円と考えたら仕方ないかなといったレベルです。あれ、これさ、ケースファンないんだっけ？そう、それなんですが、こちら購入した後の商品紹介のところなんですが、ファンというところがイエスと書いてあったので、私はこれケースファン付きなんだ、と思って購入したんですよね。でも届いた商品にはケースファンが付いてない。おかしいなと思ってこのお店に直接メッセージを送ってみました。で、数日後届いたメッセージがこちら。親愛なる、私たちはこの製品が公開された時にエラーがあったことを残念に思うので、実際には、このシャーシにはファンが付属していません。申し訳ありません。申し訳ありません。とだけ返ってきて、その後商品ページを見に行ったら、しっかりとノーになってるじゃないかー、ということがありました。さすが中華サイトね。
ということで3つ目は、5445円で購入したゲングプロというケースファンが付いていないケースでした。で、ケースファンはどうしたのよ。このやり取りをした後にアリエクスプレスで注文しておきました。色々悩んだんですが、先ほど紹介したこちらの簡易水冷に合わせて、簡易水冷と同じファンを3枚購入しました。こちらのファンはリバースブレードファンも売っていたので、サイドにリバースブレードファン2枚、リアに普通のファン1枚で合計3251円かかりました。これなら8000円ぐらいのファン付きケースを買った方が良かったのかもしれませんね。では次。シュラララ。続いて4つ目に届いたものはこちら。何やら中華サイトあるあるの大きめの袋に入ったものです。しっかりと大きな穴も確認できますね。大きな穴の確認って、あとは特に破けてはなさそうです。それでは中身を出してみましょう。何やら小さいものと大きなものが入っていますね。あの袋の中には2点入っていました。では大きい方から開けていきましょう。お、この形は、シュラミちゃんの想像通り、電源ですね。こちらはアリエクスプレスで6698円で11月16日に購入し、11月24日に家に到着しました。いい感じにボッコボコですね。確かに簡易水冷が可愛く思えるぐらいボコボコね。で、箱自体も気になるところなんですが、すごくびっくりしたことがありまして、それがこちら。何これ？この電源の簡単なスペックなんですが、まあわかりやすいのがこちら。コア通常、Windows Vista。Windows Vista。Windows Vista は2007年から使われていた OS なので、この電源は14年ものぐらいのものかもしれません。14年ものの電源。最近ですら電源保証が10年とかなので、ちょっと使うには恐ろしいかもしれませんね。とりあえず中身も見ていきましょう。一応梱包材とかで見た目は綺麗そうですが。ということで電源本体が出てきました。見た目はかなり綺麗でちゃんと新品。というか未使用品っぽいですね。電源コネクタはこんな感じになっていて、さすがに 12V ハイパワーはついていません。14年前の電源にはないでしょ。今回こちらの商品なんですが、EU プラグのまま購入しました。EU プラグ使えるの？もちろん使えません。なので電源プラグが家に転がってるもので代用します。ちなみに、国内で電圧の違う外国製品を使うにはアップトランスが必須です。外国の電化製品はほぼ全てのものが日本の 100V より高電圧のものが多いです。これをそのまま日本の 100V に差し込んで使うと本来の性能が出ないところか、故障の原因となるのでご注意ください。ただ、今回こちらの電源は入力電圧が90から 264V となっていたので、一応プラグさえ日本のものであれば使用することは可能です。あれ、これ買う時に説明してたっけ？すみません、買ってからというか到着してから気づきました。なので国内で販売しているものは問題はありませんが、海外から電源を購入される方はこの辺もご注意ください。その他の電源コネクタはこんな感じでまとめて入っていました。電源は爆発されても困るのでこちらのテスターを使ってちゃんと動くかも調べてみました。あ、これはいつぞやの。こちらはサーマルテイクドクターパワー3という電源用のテスターになります。詳しい使い方などは以前レビューしているので気になる方はそちらもご覧いただければと思います。では実際に電源だけ動かしてみましょう。電源だけ動かし始めましたが、とりあえずエラーは出ていないみたいですね。CPU 補助電源や PCIe は繋げていませんが、とりあえず24ピンが動くなら大丈夫かな噛んでいきたいと思います。続いて電源と一緒に入っていた5つ目も行きましょう。何やら小さい袋ですね。では中身を見ていきましょう。こちらはメモリです。こちらはアリエクスプレスで11,816円で11月16日に購入し、電源と同じ袋に入っていたので11月24日に届きました。何やら女性の写真が入っていますね。一応調べてみたんですが、中国のバドミントンプレイヤーのスンユさんみたいです。なぜバドミントンプレイヤーが写っているのかはわかりませんが。ではこちらも中身を見ていきましょう。こちらがメモリ本体となります。格安メモリってわけではないですが、RGB 付きの白いメモリとしてはなかなかいい価格なんじゃないかなと思います。容量は 16GB が2枚、速度は DDR5 6000MHz のものとなります。ヒートシンクを外そうとしていますがそう簡単には外れそうにありませんでした。2枚まとめてみるとこんな感じ。RGB の発色などは実際に組んだ時に見てみましょう。ということで4個目と5個目は電源とメモリでした。では次。シュラララ。では続いてはこちら。
といきたいところだったのですが、皆さんはこちらの商品を覚えていますでしょうか？そうです、CPU とマザーボードです。前回の動画の際に、やたらと安く、特にレビュー評価のないお店から購入した CPU とマザーボード。やっぱり届きませんでした。まあそうよね。しかもこちらのお店、セール後すぐに休業に入ってしまい、配送状況も全然動かない状態となってしまいました。この買ったやつはどうするのよ。この届かなかった CPU とマザーボードについては、また別動画でどのように対応したかをしようと思っていますが、とりあえずこのままではパソコンを作ることができません。なので、別の CPU とマザーボードを購入しておきました。いや別の CPU とマザーボードを買ったってどういうことよ。いやだってこのパーツがないとパソコン組めないじゃないですか。いやそうなんだけど。では実際に届いた商品を見ていきましょう。まずはこちらの灰色の袋から。ということで中身はこちら。ジンユエイの B650i ナイトデビルになります。こちらはアリエクスプレスで15,651円で11月19日に購入し、11月25日に届きました。最初に買ったマザーボードが9,738円だったので6,000円ほど価格が上がってしまいましたが、それでも 1.5 万円で ITX のマザーボードが買えるのは安いかなと思い、別のお店で同じ商品を少し高かったですが購入しました。実際に中身も見ていきましょう。開けるとまずは何やら紙が入っていました。まあ全部中国語だったので読めなかったです。それから付属品として SATA ケーブルが1本。さらに何やら爆弾のような形のものが入っていました。何これ？こちらは Wi-Fi アンテナ用のカバーみたいです。ただこちらのマザーボードには Wi-Fi カードは入っていませんでしたので無線を使用したい場合は技適が通った Wi-Fi カードを別途購入する必要があります。続いてマザーボード本体も見ていきましょう。こちらが本体となります。とりあえず出した時の感想としては、思いのほか、質感いいなって感じでした。ナイトデビルというだけのこともあり、黒ベースに紫の模様、あとコウモリのイラストが入ったマザーボードです。ITX マザーボードなので小さいパソコンを作りたいって人にも良さそうですね。ただ、1点ボタン電池が繋げっぱなしだったのでこれは外すか切るかして欲しかったですね。ではサクッとこのマザーボードのスペックのご紹介。B650 チップセットなので、AMD Ryzen 7000、9000シリーズ対応。最新 BIOS のデータを日本からダウンロードできるのかわからないのですが、とりあえず7000シリーズは問題なく動くかと思います。メモリは DDR5 4800から 7000MHz OC までサポートのデュアルチャンネル。ストレージインターフェースは SATA 3.0×4、M.2 NVMe 4.0×2、PCI Express ×16 4.0×1。電源フェーズは 8+2+1 ドクターモス。ディスプレイインターフェースは HDMI×1、DP×1、USB 3.2×3、USB 2.0×2、Type-C×1、2.5G LAN、オーディオ、となっています。ピンも曲がったりしていなく、問題なく動きそうですね。見た目もなかなかかっこよい ITX マザーボード。ジンユエイの B650i ナイトデビルでした。では次。シュラララ。7つ目はこちら。随分小さい箱ね。かなりコンパクトサイズですよね。とりあえず開封していきましょう。はい、こちらは CPU ですね。結局最初に購入した激安の Ryzen 7 7700は届かなかったので、Ryzen 5 7500F を21,084円で購入しました。価格も当初の Ryzen 7 7700より5000円ほど高くなってしまい、コア数も減ってしまいましたが、まあそれでも6コア12スレッドあればゲームするにも配信するにも問題はないかなと思い購入しました。それでも2万円でこの性能だとかなり安い方ではあるんですけどね。こちらはバルク品と呼ばれる商品なので外箱などはありません。基本的はバルク品でも本物であればちゃんと動きますが、一時期リマーク品も流行ったので海外から CPU を購入するのは、ちょっとな、って方も多いかと思います。まあちゃんと動くかどうかは後ほど実際にやってみましょう。では簡単にこの CPU のスペックの紹介です。Ryzen 5 7500F のアーキテクチャは全方でプロセスルールは5ナノメートル。6コア12スレッドでクロックは 3.7GHz から 5.0GHz。L2 キャッシュは 6MB、L3 キャッシュは 32MB。PDP は 65W、MTP は 88W で内蔵グラフィックなしの CPU となります。2万円と考えれば十分な性能な CPU かなと思います。ということで6つ目と7つ目に届いた商品は CPU とマザーボードでした。ということで今回は、アリエクスプレスから届いた商品のご紹介でした。あんた的にはどうだった？
さすがアリエクスプレス、箱がボッコボコなものが多かったですが、中身が無事であればよかったかなと思います。確かにそれはあるね。で、結局 CPU とマザーボードを買い直してしまったので、前回までの GPU 抜きの価格と少し変わってしまいました。どのくらい変わったんだろう。前回までのパーツ合計が7万2199円だったのですが、今回買い直した結果、7万9502円になりました。あれ、CPU とマザーボードがそれぞれ5000円ずつぐらいと、さらにファンが3000円ぐらい増えたはずなのに1万円も違わないのね。そうですね、新たに CPU とマザーボードを買った時に、4300円の割引クーポンがついたのでさらに安くなった感はありますね。あとこの最初に買った CPU とマザーボードの分の金額はどうするのよ。こちらの方は現在返金手続きをしているところなのでその辺はまた追って動画にしたいなと思っております。帰ってこなかったら、ということで GPU 抜きの値段で7万9502円でパソコン自体はできそうなので、あとは GPU を載せるだけとなりました。この価格なら RTX4070 スーパーを載せても20万円以下、RX7800XT を載せても15万円台のゲーミングパソコンができるかなと思っております。RTX4060Ti を載せて13万円台も夢がありますね。GPU の選択肢がかなり広がるわね。皆さんならこの構成にどんな GPU を載せるかぜひコメント欄で教えてください。ちなみにこの構成、購入方法については全くお勧めしていませんのでご注意ください。ということで本日はここまで。今度はこれらのパーツで実際に組んでみたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ぽん。またねー。